こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。各地でモーターサイクルショーが開催されていますね。会場では、最新モデルが紹介されているわけだが、華々しく公開された目玉バイク以外でも、2023モデルが続々発表されているぜ。3月末ですし、今月発表になったバイクたちをまとめて紹介するってわけですね。正解。毎月恒例、月末のお楽しみ。今回のテーマはこちら。2023年3月、バイク新車情報15選。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。2022年3月、バイク新車情報15選。川崎編、鈴木編、ヤマハ編、ホンダ編です。じゃ、はじめご。川崎編 Z650。ホンダの CB ラインナップが整理される中、快進撃を続けている川崎 Z シリーズのネイキッドモデル、Z650 だ。ミドルクラスの Z も、確実に進化していますね。では、カラーバリエーションはこちら。メタリックマットグラフェンスチールグレーボニーの1色です。外装のデザイン変更はなしだ。全体的にブラックにまとめられ、引き締まった感じだな。フレームがグリーンの男川崎カラーの一択ですね。ホワイト系がなくなりましたか？では、新型の変化点を教えてください。川崎ケア対象。購入1ヶ月目から30ヶ月間、6回の定期点検とオイル交換がセットになったメンテナンスパック付きだ。とりあえず、1回目の車検までは気にせず乗れるのは良いですね。燃費向上。23.0 キロから 23.6 キロに向上。航続距離は354キロだぜ。トラクションコントロール装備。ミドルクラスにも KTRC が採用されたぜ。2種類の走行モードが選べる。スポーツライディングモードとウェットモードですね。オフにもできるんですね。価格変更。9.9 万円の値上げだな。かなり上がりましたね。川崎ケアとトラコン装備が理由だな。車両装備はどんな感じでしたっけ？ ABS にアシスト&スリッパークラッチ、4.3 インチカラーメーター、スマホ接続、ETC2.0 車載機キット、ヘルメットホルダーだ。川崎車は ETC2.0 とヘルメットホルダーが標準装備になりつつありますね。助かります。では、Z650-2023 のスペックはこちらです。エンジンは並列2気筒 649cc、最高出力は68馬力 8000rpm、最大トルクは 6.4kgf、M6700rpm、シート高は 790mm、車両サイズは2055ナムコ1065、重量は 189kg、ガソリン容量は15リットルで、燃費は 23.6kg WMTC、航続距離は 354km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 95.7 万円。グバイクの中古車価格帯は、59万8000円264万円で52台だな。忍者650。2017年に国内仕様の新型として登場し、着実に装備充実を図っている忍者650だ。忍者なのか ZX なのか、250なのか400なのか650なのか、にわかには見分けがつかないです。見分けるポイントはマフラーだな。650はショートマフラーだぜ。では、カラーバリエーションはこちら。ライムグリーンエボニーと、パールロボチェックホワイトメタリックフラットローグレイストーンの2色です。忍者シリーズでは、650のノーマルカラーが一番落ち着いてますよね。ハンドル周りのボタンも少なくて、初心者にも安心です。新型の変更点はどこかな？価格変更。7.7 万円の値上げだ。カウルなしの Z650 との価格差がじわじわ縮まり、今回で 3.3 万円となった。川崎ケア対象。初回車検まで点検とオイル交換を定期的に実施するプランが車両価格に含まれているぜ。メンテの楽しみが減るって人もいますけどね。人それぞれだな。燃費向上。23.0 キロから 23.6 キロに変更で、航続距離は354キロだ。兄弟車の Z650 と同じですね。トラクションコントロール装備。ミドルクラスでも当たり前装備になりつつある、トラコン装備だ。川崎650シリーズで、トラコンなしは Z650RS だけになりました。車両装備はどんな感じでしたっけ？アシスト&スリッパークラッチに ABS、4.3 インチカラーメーターにスマホ接続、ETC2.0 車載機キット、ヘルメットホルダーだ。スマホ接続って、音楽再生とかできるやつ？できないな。バイクのライディングログを確認したり、車両情報がスマホでチェックできるやつだ。では、忍者 650KRT エディション2023のスペックをお願いします。エンジンは並列2気筒 649cc、最高出力は68馬力 8000rpm、最大トルクは 6.4kgf、M6700rpm、シート高は 790mm、車両サイズは2055-740-1145、重量は 194kg、ガソリン容量は15リットルで、燃費は 23.6kg WMTC、航続距離は 354km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は99万円。
グバイクの中古車価格帯は、44万円91万3000円で86台だな。忍者 ZX10R。川崎のラインナップの中で、サーキット性能ナンバーワンを狙ったモデル、ZX10R だぜ。ジョナサンレイ様が SBK で乗るマシンですね。新型にチェンジしてからは、勝ててませんけど。勝負は水物だからな。カラーバリエーションはこちら。ライムグリーンエボニーの KRT エディション1色です。2021年モデルでカウル形状が変更された時、これが今後の忍者顔となると思ってましたが、シリーズに展開される様子はないですね。空力性能向上を狙っての外装変更だったが、まだレースで結果が出てないからな。この顔は、レース直結モデルの ZX10R 限り、ってことになりそうだ。では、新型の変化点を教えてください。価格変更。2.2 万円の値上げだ。上げ幅少ない。もともと川崎家付きモデルだしな。Z650 みたいな値上げ感はない。車両装備はボッシュ社製小型 IMU を使い、SKTRC、KLCM、KIBS で車体姿勢を高次元で制御。クルーズコントロール、クイックシフター、ステダン、4.3 インチカラーメーター。タイヤはハイグリップな、レーシングストリート RS11 だぜ。では、忍者 ZX10R KRT エディション2023のスペックをお願いします。エンジンは並列4気筒 998cc、最高出力は203馬力1万 3200rpm、最大トルクは 11.7kgf、M1 万 1400rpm、シート高は 835mm、車両サイズは 2085-750-1185、重量は 207kg、ガソリン容量は17リットルで、燃費は 16.5kg/WMTC、航続距離は 280.5km、ガソリン仕様は廃屋だぜ。新車価格は231万円。グバイクの中古車価格帯は、43万円240万円で54台だな。ZH2SE。スーパーチャージャー搭載のハイパーネイキッド ZH2 に、さらに豪華な電子制御サスをおごったモデル、ZH2SE だ。こんな豪華なネイキッドが存在するのは、国内では川崎だけ。では、カラーバリエーションはこちら。メタリックマットグラフェンスチールグレイボミーの1色です。見た目の変更点は、配色とデカールが若干変更されている。さ、変わった部分はどこでしょう？排時間切れ。何も変わっていないように見えるけど、フロントライトとテールカウル周りだ。これはわから。デザイン以外の変化点は？価格変更。5.5 万円のアップだな。燃費変更。最新排ガス規制対応したけど、燃費は 0.2kg アップしてる。車両装備は？ IMU で計測した車体姿勢を、川崎独自のソフトウェアで制御する姿勢コントロール機能が盛りだくさんだ。さらに電子制御サスペンション、ツーリング用途に向け、スカイフックエイラライドアジャスト採用してる。メーターは各車種共通の 4.3 インチカラー液晶に、エンジンサウンドチューニングも行われているぜ。下級機の作動音と吸気音には、超興奮しますね。では、ZH2SE2023 のスペックを紹介願います。エンジンは並列4気筒 998cc、最高出力は200馬力1万 1000rpm、最大トルクは 14.0kgf、M8500rpm、シート高は 830mm、車両サイズは 2085-815-1130、重量は 241kg、ガソリン容量は19リットルで、燃費は 17.1kg/WMTC、航続距離は 324.9km、ガソリン仕様は廃屋だぜ。新車価格は 225.5 万円。グバイクの中古車価格帯は、なしだな。忍者 H2SX-SE。これ以上何も望むことはない最強の忍者。国内最高クラスの性能と装備を持つモデル忍者 H2SX-SE だ。SE は、H2SX にツーリング性能をプラスしたモデルですね。カラーバリエーションはこちら。エメラルドブレイズドグリーンメタリックディアブロブラックの1色です。タンク周りには傷を自己修復する超技術、ハイリーデュラブルペイント採用ですね。試したいけど、試せない機能。見た目の違いは、スクリーン下側についたカメラセンサーだな。これ、知らなかったら気づかないレベル。ちなみに何に使うカメラ？ AHD 用だ。アバ？じゃ、新型の変更点はこちら。アバ？オートハイビーム、AHB 採用。カメラセンサーで前方車両の明るさを判断し、自動的にハイビームのオンオフを切り替えてくれる。ライダーのやることがなくなっていく。車両装備は？電子制御装備は ZH2 と同じで、さらに ARAS 制御が追加されている。ACC アダプティブクルーズコントロール、前方衝突警告と視覚検知。LED コーナリングライト。VHA ビークルホールドアシストに ESS エマージェンシーストップシグナルだな。大型カラーメーターにはスマホ接続機能がある。こちらはスマホを操作できる川崎スピン、だ。KIBASS も装備されてる。キーを持っていればメインスイッチやステアリングロックの操作ができるぜ。これでオートマ風に乗れたら最高なのにね。それは各メーカーの考え方次第だな。では、忍者 H2SX-SE2023 のスペックをお願いします。エンジンは並列4気筒 998cc、最高出力は200馬力1万 1000rpm、最大トルクは 14.0kgf、M8500rpm、シート高は 820mm、車両サイズは2175-790-1260、重量は 267kg、
ガソリン容量は19リットルで、燃費は 18.4kWMTC。航続距離は 349.6km。ガソリン仕様はハイオクだぜ。新車価格は 305.8 万円。グバイクの中古車価格帯は、179万8000円285万円で30台だな。忍者 ZX25R SE。4気筒 250ccSS を13年ぶりに復活させた川崎。さらにライバルを引き離すスペックとなった ZX25R SE だ。カラーバリエーションはこちら。キャンディパーシモンレッドエボニー、メタリックマットグラフェンスチールグレーエボニー、ライムグリーンエボニー KRT カラーの3色です。見た目の違いは、グラフィックの変更とマフラー形状だ。ショートからダウンマフラーに変わったけど、違和感ないし、カスタムしやすそうですね。じゃ、新型の変化点を教えてください。新排ガス規制多用。燃費は 0.2kg 減だけど、馬力は3馬力アップの48馬力。ラムやカーツ時は49馬力だ。SFF、BP の採用。ZX10 にも採用されている、プリロード調節可能なフロントフォークだぜ。4.3 インチ TFT 液晶メーター。ついに250クラスにもカラーメーター採用だ。ウィンカー LED 化。これでトーカルイはフル LED 化だ。価格変更。2.75 万円アップだが、この変更内容でこの価格なら、文句はない。車両装備は、ライディングモード、トラクションコントロール、アシスト&スリッパークラッチ、クイックシフター、スマホ連携だ。では、忍者 ZX25R SEKRT エディション2023のスペックをお願いします。エンジンは並列4気筒 249cc、最高出力は48馬力 15500rpm、最大トルクは 2.2kgF、M12500rpm、シート高は 785mm、車両サイズは1980-750-1110、重量は 184kg、ガソリン容量は15リットルで、燃費は 24.6kWMTC、航続距離は 369km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 96.25 万円。グバイクの中古車価格帯は、68万2700円107万8000円で142台だな。鈴木編。V ストローム1050でいい？舗装路も未舗装路も選択肢にあるバイク。市街地からオフロードまで楽しめる万能マシン、V ストローム 1050DE だ。XT の進化版ですね。ちなみに DE は、デュアルの D、エクスプローラーの E な。カラーバリエーションはこちら。チャンピオンイエローナンバーにマットソードシルバーメタリック、ブリリアントホワイトパールビガーブルーの2色です。白青は都会的な雰囲気のカラーで、なかなかいいですね。新型の変更点は価格変更。19.8 万円アップだ。結構な値上げですね。値上げ分の装備変更はどこ？フルカラーメーター。反転液晶メーターから、5インチのカラー液晶メーターに変更だ。残念ながら、スマホ連携機能鈴木前 S ピンは未装備だ。クイックシフター。標準装備になったぜ。外装変更。アンダーガード装備にフロントフェンダー形状変更、スクリーンが小型化されたぜ。最低地上高は 30mm アップして、シート高も 880mm となった。880mm なんて、無理。車両装備はSIRS を中心としたトラコン連動型電子制御、ABS 連動のモーショントラックブレーキシステム、ライディングモード、クイックシフター、クルーズコントロール、ヒルホールドコントロールシステム車両交代抑制機能、スロープディペンデントコントロールシステムブレーキ圧補正機能などだ。至れり尽くせり。では、V ストローム 1050DE2023 のスペックはこちらです。エンジンは V 型2気筒 1036cc、最高出力は106馬力 8500rpm、最大トルクは 10.1kgF、M6000rpm、シート高は 880mm、車両サイズは2390-960-1505、重量は 252kg、ガソリン容量は20リットルで、燃費は 19.3kWMTC、航続距離は 386km、ガソリン仕様はハイオクだぜ。新車価格は 171.6 万円。グバイクの中古車価格帯は、なしだな。V ストローム250。サイドカウルに色がついて、ちょっぴり色気も増しました。V ストローム250だぜ。カラーバリエーションはこちら。ソリッドダズリンクールイエローパールネブラーブラック、ダイヤモンドレッドメタリックパールネブラーブラック、ハイテックシルバーメタリックパールネブラーブラック、マットフラッシュブラックメタリックパールネブラーブラックの4色です。カラー名が川崎並みに長くなってきまし。残念ながら、SX のオレンジカラーはなしだ。新型の変更点は価格変更。3.3 万円の値上げだ。排ガス規制多用。最新排ガス規制に対応し、燃費は 0.5kg アップだ。車両装備は ABS、DC ソケット、キャリア、センタースタンド、だ。17リットルタンクで500キロ超えの航続距離、排気系の見直しで中間加速を向上、そして250クラスでは60万円台のリーズナブル価格。旅の相棒にはぴったりですね。では、V ストローム250-2023のスペックはこちらです。エンジンは並列2気筒 248cc、最高出力は24馬力 8000rpm、最大トルクは 2.2kgF、M6500rpm、シート高は 800mm、車両サイズは2150-880-1295、重量は 191kg。
ガソリン容量は17リットルで、燃費は 32.1kWMTC。航続距離は 545.7km。ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 64.68 万円。グバイクの中古車価格帯は、33万5900円75万7000円で268台だな。GSX250R。SS モデルだけど経済性はトップクラス。熟成の域に達した J517 型エンジンを排ガス規制対応した GSX250R だ。新型のカラーバリエーションには、元ネタがあるんですよね。お、詳しいな。じゃ、カラーバリエーションはこちら。全4色です。リトンブルーメタリックナンバーに、パールグレッシャーホワイトナンバーには、GSX-R1000R 風。パールネブラーブラックは、はやぶさ風。ダイヤモンドレッドメタリックパールネブラーブラックは、吉村風。これ、外装だけでも欲しいよ。売ってくれないかな。では、新型の変更点はこちら。価格変更。3.3 万円のアップだぜ。排ガス規制対応。燃費が 0.3 キロ向上したぜ。車両装備は、ABS、ハザードランプだな。では、GSX250R2023 のスペックをお願いします。エンジンは並列2気筒 248cc、最高出力は24馬力 8000rpm、最大トルクは 2.2kgf、M6500rpm。シート高は 790mm、車両サイズは 2085-740-1110、重量は 181kg。ガソリン容量は15リットルで、燃費は 32.8kWMTC。航続距離は 492km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 60.28 万円。グバイクの中古車価格帯は、20万6200円96万1000円で350台だな。GSX-S1000 シリーズ、GSX-S1000、S1000GT、刀。公式からの新型発表はないが、触媒系が変更されたらしく、初原料の燃費がちょっぴり向上してる。どれぐらい？ 0.4kg アップだ。どのモデルも初原料の燃費が 16.6kL から 17.0kL へ変更されてるぜ。価格変更はありませんね。よかった。川崎も規制対応で燃費向上してるモデルがあるし、排気系パーツで技術向上とかあったのかな。ヤマハ編。T-MAX560。国内スクーター高性能モデル、東のヤマハってことで、オートマチックスポーツスクーター、T-MAX560 だ。貴重なハイスペックスクーターですね。カラーバリエーションはこちら。スタンダードはマットブルーメタリック3。テックマックスはマットダークグレーメタリック6と、マットダークブルーイッシュグレーメタリック4の3色です。ヤマハカラーなイエローはなくなったな。残念。新型の変更点は？価格変更。テックマックス 160.05 万円は 4.95 万円のアップ。スタンダード 140.8 万円は 4.4 万円アップだ。スペックに変更はない。車両装備は7インチカラーメーター、地図や音楽再生できるスマホ連携、ライディングモード、トラコン、キーレスなどだ。さらにテックマックスには、グリップシートヒーター、クルーズコントロール、ワンプッシュスタートが追加される。価格差は 19.25 万円ですね。では、T-MAX560 テックマックス ABS2023 のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 561cc、最高出力は48馬力 7500rpm、最大トルクは 5.7kgf、M5250rpm。シート高は 800mm、車両サイズは 2195-780-1415、重量は 220kg。ガソリン容量は15リットルで、燃費は 22.1kWMTC。航続距離は 331.5km、ガソリン仕様はハイオクだぜ。新車価格は 140.8 万円から。グバイクの中古車価格帯は、126万5000円158万8000円で12台だな。トレーサー 9GT。レーダー機能付きの上級グレードの GT プラスを期待したが、残念ながら国内導入なし。カラー変更にとどまったトレーサー 9GT だ。忍者 H2SX SE とほぼ同等の機能を持つ GT プラスですが、ヤマハ的には売れないと踏んでるんでしょうかね。GT は国内導入の予定はありだぜ。ヤマハのリリースでは2023年夏以降って話だ。やったー。では、カラーバリエーションはこちら。ブラックメタリック X、ブルーイッシュホワイトパール1の2色です。このスペックのままフルカウル化したら、FJR だな。確かに、FJR20 周年記念モデルを連想させますね。新型の変更点は？価格変更。4.4 万円の値上げで、スペックの変更はなし。車両装備は IMU 連携の車体制御、ライディングモード、トラコン、アシスト&スリッパークラッチ、電子制御サスペンション、クイックシフター、グリップヒーターなどだ。では、トレーサー 9GT ABS2023 のスペックを教えてください。エンジンは並列3気筒 888cc、最高出力は120馬力1万 rpm、最大トルクは 9.5kgf、M7000rpm。シート高は 820mm、車両サイズは 2175-885-1430、重量は 220kg。ガソリン容量は18リットルで、燃費は 20.4kWMTC。航続距離は 367.2km、ガソリン仕様はハイオクだぜ。新車価格は 149.6 万円。グバイクの中古車価格帯は、48万7300円169万8000円で102台だな。
ホンダ編。グロム。ホンダの 125cc ラインナップではフル株となってしまったグロムだぜ。そろそろフルモデルチェンジかな、それともエープ復活でバトンタッチかな。カラーバリエーションはこちら。アステロイドブラックメタリック、GAT レッドの2色です。GAT って何？陽気とか愉快って意味だな。グロムにぴったりね。新型の変更点はこちら。価格変更。5500円のアップだ。44万円に揃えられなくてよかっただ。排ガス規制多用。車重が 1kg 増加、燃費は 2.2kg ダウンだぜ。車両装備は ABS だな。では、グロム2023のスペックを教えてください。エンジンは単気筒 123cc、最高出力は、10馬力 7250rpm、最大トルクは 1.1kgF、M6000rpm。シート高は 761mm、車両サイズは1760-720-1015、重量は 102kg。ガソリン容量は6リットルで、燃費は 66.3kgWMTC。航続距離は 397.8km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 39.05 万円。グバイクの中古車価格帯は、18万8000円94万9900円で272台だな。さ、これで今回紹介するバイクは以上だぜ。モーターサイクルショーの注目モデルは、目玉バイク紹介動画をご覧くださいね。お次は、終わりの一言です。終わりの一言。今回は、バイクイベントを紹介しますね。お、何かな5月28日に鈴鹿サーキットで開催される、ホンダ GO バイクミーティングです。ホンダと銘打ってますが、バイクメーカーは問いません。車で行けば問題ないな。それと、今年のバイク2023は開催見送りとなりました。残念でした。あと、メーカーやショップ主催しのコーヒーブレイクミーティングも各地で開催されています。愛車に乗ってツーリング気分でイベントに参加しましょう。それでは、次回の動画まで。1、2、バッバハイ。そしてエラーならではのこのエキゾートサークル冷たい